原正信さん、当時13歳。爆心地から約 2.7km 離れた東蟹谷町の自宅で被爆しました。天気も良くて、夕方までゆっくり間があるのでのんびりとしておったんですけど、西から東へ向けてスーッと光が飛びました。これは焼夷弾が落ちたと思ったんです。それすぐ服を着替えないんだよと。下着一枚で降りたもんですから、そこで下着着替えようと思って立ち上がって奥へ入ろうとした途端にドーンと今度は中へ吹き飛ばされました。するともう家の中は真っ暗、埃まぶれ、しかも後から気がついて天井が落ちてきとったんですが、目の上に木切れが差し込んで全然見えない。じーっと炊事場の方を見ると少し明かりが見えるが、これは目の玉が助かったと思って仏壇のほとりに置いとる救急道具と高級品はそこに置いとるんですけど、それを持ってまぶたに綿を突っ込んで、それからぐるぐる巻きにしました。それから少し暗さがなくなってよく見るとすぐそばに姉がひっくり返っておりました。それで見たら何か胸へ刺さっとる。それを抜いたらドーッと血が吹き出ました。それで見ると今度は胸から空気が出る。シューシューと空気が出てきた。これいかんというんでまた綿を中へ突っ込んで、でぐる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 包帯を巻きました。これは大丈夫かなと思ったけど、もう一言のものを言いません。で炊事場におったおふくろは妹と一緒におりましたけど何もなかったようです。これは爆弾落ちたなと言うんで、とにかくこれ家は倒れるから火事になったら大変だから逃げようと。ちょうど野外へ大畑いういとこの親戚の家がありました。そこへ行こうというので、母がとにかくお姉さん連れて会うてそこまで連れて帰りなさい、行きなさいというので、大事なものを肩へ下げて、それから医療道具も肩へ下げて、それから姉を追えるようにして支度しました。で母は言いました。もうここはやっつけてしまうから大事なものを持っていくのでリアカーへ大事なものを積んで妹と一緒に後から行くと言いました。でご飯は食べてましたけど、兄のためになんか弁当を防空壕を入れたようです。で私は追うてその道路を出ようとすると、もう道路には屋根から落ちた瓦がどんどん落ちてきとった。それから近所に双子の女学生が手をこう下げて顔を真っ赤にして帰ってきました。大丈夫かって言ったら言うて隣に家に入りました。私は姉を追うとるので何もしてやることもできないんで、それを姉を追うたままとぶと東へ向けて谷峨の方へ歩いて逃げました。その
夕方に母の兄が服屋に勤めに出てましたんで、掃除婦として出てたのが帰ってきたいう連絡がありましたもんですから、でその日の夕方乳母車を引いて連れに行ったんです。でそのおじを乳母車に乗せて帰ろうとした時に、もう夜も暗くなりかけとったところが、街中を見るとにある西の方を見ると、街が全部は火柱、空までですね。空といっても空のこんなに空が高いんじゃなく、雲は黙々とこうなびいておる。それぶつけるように火柱が昇ってましたから、雲が真っ赤に焼けただれた雲があったような記憶しております。もう煙なんかほとんどない、火ばっかりということですね。これはすごいです。これは見た人じゃないとわからないんでしょうね。私はもうね、その中学生ぐらいの時から原爆を受けてずっとやってきたわけですけども、まあそれは今までの日本の在り方も考えながら、いろんな意味で考えることがありました。今考えるのは80歳も私もなりますが、よくこの60何年間もね、戦争がなく日本がやってこれたなと、ありがたいことだと思っております。当然その時から戦争があったらどうしてもそんなことがあっちゃいけないという思いでいっぱいでしたけれども、というのも原爆を撃った後の15日に天皇陛下の敗戦直後も情けない思いではあったけども、これで戦争がなくなるという思いでいっぱいでよかったかもしれないなとは思いました。それが今になったのは良かったんですが、しかしいろんな意味で全世界には戦争も続いております。日本が率先立ってそういう被害を受けた国としてそれを反対していくのは当然のことです。今までの広島で原爆で情けない思いをされた皆さんもたくさんいらっしゃる。だからその思いは通じておるんだと思いますけども、今後もそういう努力を我々もしていかなければならないと。こういう証言を残せようというのも実は私の娘が進めたことなんです。そういう意味で、娘は20年前にカトリックのシスターになる、そういう思いで私もカトリック信者となりましたけども、信仰の中でもそうではありますが、もう決して日本が戦争に発しちゃならないという思いです。そのためにどうするかというのは実際のところが先輩の方も今から若い人もしっかりやっていくように祈っております。